ハゼットジャパン様より製品の提供を受けて動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はハゼットから登場しましたグリッププライヤーレンチ紹介したいと思います。一般的にプライヤーレンチの呼び名で知られる道具です。名前の通りプライヤーにレンチ機能を持たせた道具。つかみ面は真っ平らで滑らか。ここで六角ボルトを挟み込んで回したり、早回しが簡単にできたり、板の曲げ加工に使えたりと、かなり便利に使える道具です。近代のヒット工具の一つですね。プライヤーレンチといえばクニペックスの印象がありますが、オートモーティブ向けな道具を多くラインナップしているハゼットからも後発品が登場しました。結論から申しますと、クニペックスと同等の使いやすさを感じています。とても気に入った道具となりました。オリジナルといえるクニペックスと比較をしながら、ハゼットのグリッププライヤーレンチの使用感をお伝えしたいと思います。外観がこちらです。鳥の頭みたいな見た目ですね。ハゼットらしいさらっとした梨地の仕上げ。メイドインジャーマニーの刻印が誇らしげに入っています。ハゼットはドイツ生産のこだわり強いっすよね。同じサイズのクニペックスと並べて比べると、その形は驚くほど似ています。頭部分が大型というか縦に少し長いくらいで、口先の角度を合わせてみるとハンドルの位置や調整溝などほぼ同じ。これは潔いと言ってしまうほどにその寸法は似ています。使いやすさを突き詰めていくと、結局落ち着くところは似てくるのでしょう。仕上げも似たような感じです。ハゼットの方がキメは細かく、また丁寧な印象っすね。クニペックスはたまに角が立っていたりする箇所がありますが、ハゼットのグリッププライヤーレンチはどこを触っても滑らかです。口先はこんな感じ。ここクニペックスと違う部分がありまして、上から見てテーパーがついておりません。先細りの形状になっていないのです。オートモーティブ関係でクニペックスを使っていますと、たまにこのテーパーが嫌だなと感じることがありました。例えばフランジボルトでつかみ面に端合わせますと、テーパー分外側に角度がつきまして、ほんのわずかな斜め具合なんですけど、これが握り込む作業が加わるとなぜかしっくりこない使用感となりまして、苦手を感じることのある部分でした。またダブルナット作業など薄いナットをつかむ時も同様、このテーパー形状は何でかやりにくさを感じることがありまして、うーんってなることも多かったのです。ハゼットのグリッププライヤーはここがまっすぐ。リアアクスルをつかむ時もダブルナットで使う時も思った通りの使用感となりまして、このハゼットで気に入っている部分の一つとなってます。口先の開き調整はこのボタンというかレバーというかで行います。押し込むことで下顎側を動かせるようになりまして、適切なサイズに調整が可能。動きはとてもスムーズです。グリップの可動域最大と最小時の時だけ引っかかって動かなくなることはありますが、それ以外はスルスル。操作にストレスはありません。クニペックスはここボタンを押し込んで調整するのですが、レバータイプのハゼットの方が調整はスムーズに感じます。顎の可動溝にはメモリが刻印されています。1ミリ刻みでこれ振られていまして、調整は非常に分かりやすいですね。開く幅や調整の細かさはクニペックスと同等です。グリップはゴムの仕上げ。発泡素材みたいな手触りでして、細かくザラザラしていますが、ベタっとはしていません。同じサイズのクニペックスと比べてグリップは細身っすね。手に食い込んで痛いとか剛性が不足するとかを感じたことはありません。ここからは使ってみての感想として、ハゼットのグリッププライヤーレンチかなり気に入っています。私の使い方ではクニペックスよりも好きかもと思ってるっすね。一番は口先調整のやりやすさ。動きがスルスル。また調整ボタンの押し方にもレパートリーがありまして、例えば裏から押したりすることもできます。これを利用すると利き手じゃなくても口先調整がやりやすいのです。左手のみでの調整作業をクニペックスとやり比べてみますと、ハゼットが圧倒的にやりやすいですね。
クニペックスはボタン操作は片側から限定ですし、しっかり押しても上のスライドが引っかかってしまうことが結構ございます。場所によっては苦手な方の手しか入らないということはありまして、そんな時にハゼットは使いやすさを感じます。それからメモリの使い勝手もハゼットが上だと感じています。クニペックスにも顎の開きを表示するメモリがあるのですが、3ミリ刻みの飛び飛びだったり、小さいサイズはそもそもメモリがなかったりで、どこで合わせたら良いのかが分かりにくいのです。メモリ頼りに調整をしてみても欲しいサイズになっていないということは多く、ハゼットのメモリも癖はありますが、直感的に操作してぴったりになることが多く、これは使いやすいですね。合わせたいサイズに簡単に調整することができます。肝心のネジを回してみた感触としてはバッチリと使えます。プライヤーレンチ系は握力が負けて口先、顎が開いてしまうものがあるのですが、ハゼットのグリッププライヤーレンチは大丈夫。こちら 180mm サイズで 110N で締め付けるボルトナットのナット押さえに使っていますが、問題なく作業ができています。260mm のサイズなら 100N くらいまでなら十分に回せそうな雰囲気を持ってます。プライヤーの名前はついていますが、握るってよりはレンチみたいに押すとか引くという印象で問題なく使える道具。緩めた後の早回しもやりやすく、今までは他社品試しても結局クニペックスに戻っていましたが、ハゼットは使い続けております。とても気に入ってるっすね。サイズは 180mm が一番のおすすめ。汎用的にもパワープレイにもどちらにもそこそこ対応が可能、使いやすいサイズとなってます。さて、良いとこ多く絶賛気味のハゼットグリッププライヤーですが、クニペックスと比べて感じた弱い部分もございます。まず小さいサイズ120のみなのですが、ボタンの裏が出っ張りすぎていると感じました。本体の3分の1くらいここが出っ張っています。そのため面に止まったボルトには斜めにアプローチする必要が出てきます。これ小さい3サイズ120と150、180mm まではボタンの部品が共通だと思うのです。ですから一番小さい 120mm に関してはボタンの出っ張りがすごく目立ってしまう。クニペックスも同様に調整ボタンの出っ張り気になることはありましたが、あちらはつかみ面テーパーのおかげで多少斜めにしても違和感は出るんすけど使えたり、小さいサイズはつかみ面が狭い、上から見て細いのでしっかりと掴んでいることを確認しながら使えたりで、斜めにしても不安が少なく、出っ張り問題をかわしながら使えたのです。このハゼットのつかみ面はストレートで幅広、オフセット角度つけて斜めに掴むと不安定ではないですが、気をつけなきゃってなる使用感とはなります。このボタンの出っ張りはクニペックスよりも気になるっすね。反対からボタンが操作できるというのは大きなメリットではあるのですが、平面に止まる抵当ボルトなどに使うにははっきりとデメリットとなる部分でしょう。それから今度は大きなサイズの260のみなのですが、このサイズだけやたらとごつく、気になるレベルで重たいです。ここ、背骨部分っていうんですかね、ここがクニペックスに比べて、またハゼットの他のサイズと比べてもやたらにがっしりとした作りとなってます。そのため同じサイズのモンキーレンチと比べて 150g ほどは重く、このサイズだけ使っていて疲れるなとふと感じることがあります。3つ目はグリップがいまいち好みではありません。柔らかいので耐久性が不安です。鋭利なものでついたり引っかいたら破れやすそうかなっていう雰囲気があります。使用感も柔らかく、手なじみは良いんですけど、悪く言えばソリッド感のない使い心地。グリップについてはクニペックスに軍配を上げたいです。それからクニペックスと比べてどうって内容ではないのですが、ハゼットのこれ刻まれたメモリが口先の開きと一致しないというのには若干の不満がございます。だいたい口先がメモリに対して若干大きめに開くっすね。メモリで手元で合わせてネジに当てに持っていっても大抵あって使えるんですけど、たまに1ノッチ分閉じ方向へ調整をすることはあるっすね。慣れてしまえばそんなに気にならない部分ではありますが、メモリは正確にしてほしいと感じました。もう一点、
使っていてどうのってことはないのですが、先端つかみ面の2面が先開きになっているものがありました。対象をつかんで横から見るとこんな感じに先の方に光が通る、隙間が空いているのがわかります。以前クニペックスのプライヤーレンチで逆に先が閉じ気味なものがありまして、使いにくかったのでお店に問い合わせをしたところ、オフィシャルの回答なのかはわからないのですが、モンキーレンチなんかと同じですっぽ抜けないように先に行くほど閉じるように設計していると聞きました。ああ、なるほどと納得しまして、でそれでいきますと、ハゼットのグリッププライヤーは最悪を想定した場合すっぽ抜けてしまうことになります。一番力のかかる 260mm はちゃんと先細りとなっていまして、また他のサイズも使っていてすっぽ抜けたことはございませんが、気になる方は現物確認の上での購入をお勧めいたします。ハゼットのグリッププライヤーレンチ、クニペックスと比べて良いところ気になるところはありますが、ブランド使い比べてどちらも素晴らしい製品だと感じました。サイズで分けるのも良いでしょう。私の使った感想としては 120mm はクニペックス、 180mm はハゼット製品が気に入ったっすね。耐久性のみ分かりませんが、老舗信頼のあるハゼット様ですから、問題あればしっかりとした対応が期待できるでしょう。プライヤーレンチは使い始めた当初全く使いこなせず嫌いになりかけたことすらあったアイテムでしたが、現在はないと困るってとこまで好きになった道具です。プライヤーレンチとしては後発なハゼットのグリッププライヤーレンチ、機会がございましたらお試しください。最後にプロモーションとなりますが、ハゼットジャパンのオンラインショップが新しくなっています。まずポイント還元のシステムが導入され、購入代金の 10% がポイントとしてバックされます。 10% って引かれますよね。大きな還元がつきました。それから支払い方法が増えています。コンビニ払いや電子決済が可能となり、さらに使いやすくなりました。週末セールなどイベントも活発にありまして、ハゼット買うなら巡回しておいて損はないでしょう。ホームページのコンテンツにはブログもあり、私知らなかったのですが、ハゼットのセカンドブランドについての小話があったりと楽しいサイトとなってます。ハゼット購入を検討中の方は覗いていってみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。